谢。鰹節が踊ってるぜ。私ここですき焼きのうどん以外食べたことない。すき焼きのうどん食べたんだ。ない。食べる。美味しい。めっちゃ食べる。いい魔女と悪い魔女。うまっ。ジャウっていうところで買ったオーストラリアのブランドのこちらの植木鉢、これに植物を植えると枯れちゃうんですよね。いろいろ試したけど毎回ちょっとうまく育ててあげれなくて、なんでなんだろう。この下の水はけるところのこの穴が小さすぎるからかな。すごく可愛くて気に入ってるんですけど、毎回どうしてもこれだけ植物が枯れちゃって困ってます。諦めるしかないのか、もしなんかこうしたらいいですよみたいなの知ってる方いたら教えてほしいです。コメントで。頑張れ。はい、今日のコーディネートを紹介します。1ヶ月前ぐらいに行ってきたパサンドバイヌキテパの展示会でオーダーしていたものが届いたので、今日はね天気もいいしこの春物のワンピース着てみました。パサンドバイヌキテパで取り扱ってるサラマリカっていうラインのワンピースなんですけど、ネイビーのねこちら大人っぽいワンピースが可愛くて、買ってみたんですが、細くシルバーのキラキラした糸がねストライプ状に入ってて、ちょっとこう日に当たったりとかするとこの糸がねキラキラ光ってすごくね可愛いワンピースです。このね袖のところのボリューム感もいいし、体の線を拾いすぎないこのシルエットが気に入っています。で今日つけてるネックレスは、こちらビジュード M のミネックレスです。ミックのミですね。
ダイヤがキラキラ光っててめっちゃ可愛いです。このねワンピースの深い部位には、こういう華奢なねネックレス合わせたら可愛いんじゃないかなと思って合わせてみました。でこれ1枚だけじゃ寒いので、こちら2年前ぐらいかな、冬のドイツに行った時に買ったサムソーというブランドのインナーダウン羽織ります。はい、こういう感じでちょっと軽めのダウン合わせてあったかくして、バッグはこちらもパサンドバイヌキテパの展示会でいただいたものを持って、今日はこれから東京駅に行こうかなと思ってます。ノーレーズンサンドイッチというブランドが新しくグランスタ東京駅店にお店を出して、このねキャラメルバターサンドイッチ、これをねちょっと買いに行こうかなと思ってます。すごいねずっと気になってて、つい最近オープンしたらしいんですけど、明日陶芸教室に行くので、この気になってたキャラメルバターサンドイッチを、自分だけじゃなくてその陶芸教室の仲間みんなと食べてみたいなと思って、差し入れ用に買いに行ってこようかなと思います。今週はね結構スケジュールに余裕があって、日常を楽しみながらその様子を Vlog に収めていきたいなと思います。はい、では行ってきます。I knew sooner or later it will come, the day that I know I'm in love. Will it feel warm and dry, like a kiss in July? Will it chill down my bones? Will it cool like the snow? And I look at my window to see what the universe has in store for me. People passing by in the street, they smiling at me, 'cause we already know what it's like being in love. The sky starts to roll up its clouds, so the sun can't just stop hiding out. Spreading wings. So every night I stare at the moon, just to check if she's still looking blue. Don't know who you are yet, you seem a bit hard to get, but I know you're out there. I just wait for the day where the sky will spread open its clouds, so the sun can just stop hiding out. The windows will open and sing like birds that are spreading their wings.今日の朝ごはん、ギリシャヨーグルト、そこにグラノーラとたくさんのいちごです。
このラブクランチのこのダークココナッツチョコレートがほんと美味しいんですよ。ザクザクのねチョコが入っててめちゃめちゃ美味しい。そしてね器は最近行ったらで購入したピーマシリーズの新色セージグリーンなんですけど、これめちゃくちゃ可愛い。買ってよかった。朝食でねこうやってヨーグルトボール作ること多いんですけど、それにねちょうどいいサイズだし、こういう風にいちごの赤入れたらめちゃくちゃ色の組み合わせ可愛いですね。では朝ごはんいただきます。今日は習い事の陶芸教室の日なんですけど、その前に耳つぼジュエリーをしに行こうと思って予約してあるので、もうすぐ出なきゃいけないんですけど、なんか耳つぼをしてなんかいろいろこう体の不調とかがサポートされるのを期待するというよりも、この耳になんかいろいろついてるの可愛いなみたいなそっちの方面で気になっちゃってで予約してみました。で今日は陶芸に行く日なので作業しやすい格好をねいつもしていくので、こちらチャンピオンのスウェットを着ています。メイドイン USA のなんか復刻版だと思うよって買う時に一緒にいたうちの彼が言ってたんですけど、なんかこのなんていうんですか、アメリカ製のスウェットのこのバリバリ感、ゴワゴワ感が好きなんですよ。ちょっとメンズっぽい感じのこの感じがすごく好きで着て、スウェットの時はだいたいこちらのネックレスつけてます。この5つ目のチェーンでぷっくりハート、はい、これすごく気に入ってるネックレスなんですけど、これどこのですかってよく聞かれるんですが、こちらはねティファニーです。ティファニーのリターントゥーハートというライン、それの新しいバージョンがちょっとこのハートがねぷっくりするみたいで、このぷっくり感が可愛くて、こちらつけてます。でボトムはヤヌークの黒デニム、今日は全身ブラックです。そんな感じで急いで支度して耳つぼジュエリーと陶芸教室行ってきたいと思います。うわ、今のすごい痛いめっちゃ痛そう。なんだ今の。ここ食欲を抑えてくれる。あ、食欲。短い、最近短くして。かわいいこれ。何誘うかな、めっちゃ可憐なちっちゃいやつじゃない。かわいい。つくし。タンポポとかさしたらいいか。買い放題。美味しそうです。かわいい、見て。かわいい。セル。
おはようございます。今日はね、本当は陶芸教室の仲良しメンバーと代々木公園でピクニックする予定だったんですけど、今日に限ってものすごい寒波みたいな感じで、朝からね雷鳴ってたし、でさっきまで雪降っててもうめちゃめちゃ寒いっていうことで、この私のアトリエでみんなでおうちピクニックをしようということになりました。それでみんなをおもてなしするためにシフォンケーキを焼いてみたりとかしてみんなの到着を待っているところです。で急遽おうちピクニックをしようっていう流れになったので、少しでもね春を感じられるように春らしいアイテムをフライングタイガーで買ってきました。まずはこちらスティックキャンドルなんですけど、パステル系の青とピンク、そして緑と黄色のスティックキャンドル、あとはピンクのキャンドルも買いました。でこのキャンドルを立てるキャンドルスタンド、めっちゃ可愛いチューリップモチーフのキャンドルホルダー買いました。なので、はい、こういう感じで立ててダイニングテーブルに置こうと思います。あとこちら小さい小皿、ピンクとイエローの陶器の小皿も買いました。これはこっちの太めのキャンドル、これを立てるための小皿として買いました。こういう感じで春カラーのキャンドルですね。あとは全然関係ないんですけど、なんかガーデニンググッズ売ってて、めっちゃ私の好きなカラーのガーデニング用の手袋、クローバーでピンクと緑、はい、これが売ってたので植物の植え替えとかに使おうと思って買いました。はい、もう寒いのはもう本当に勘弁っていう感じで、来週からは暖かくなるのかな。ちょっと気分だけでも春らしくということで、こちらのパープルのワンピース着てみました。あと昨日行ってきた耳つぼジュエリー、この辺にいっぱいついてるかなと思うんですけど、なんか結構痛かったり痒かったりしたら外してくださいって言われたんですけど、意外と耐えれるレベルの痛みっていうか、触んなければ全然痛さはないですね。でなんかストレス解消とか生理不順とかリフトアップ、腰痛とか肩こりとか、そういうところのツボをね重点的にこの耳つぼジュエリー貼ってもらったんですけど、効果みたいなのは特に感じてはないんですけど、なんかちょっと血流が良くなってる感じはしていますね。どっちかっていうとこれはなんかおしゃれっていうか、なんだろう、そういうちょっとファッション的な感覚でみんなねやってるんじゃないかなと思います。結構ね可愛いパーツいっぱいあって、いっぱいつけてもらってよかったです。それではテーブルコーディネートしてみんなを待ちたいと思います。ムーミンにしよう。本当だ、乾杯。楽しい。3種類、焙煎の度合いも違う。すごい。それからでかい。がっつりローズマリー。美味しい。めっちゃ美味しいよ。ショーンケーキあって。今までで一番美味しい。マジで恥ずかしい。もう声で書き消した。あるなるなる。
でレモン絞ったりする。どうしよあ、うまい。う。うまい。スプーン。絶対違うね。使わないもん、端っこでした。確かにね。よし。あ、お茶飲もう。なんかこのチューリップギザギザしてる。可愛いでしょこれ。チューリップバイキングに行ってきたの。お花屋さんでチューリップバイキングやってました。全部違う種類。あ、もうここもともとこういう種類なんだ。そう可愛いよね。始まりました最近のラジオ第27回。今週もどうぞよろしくお願いします。ちょっと久しぶりだね今週は。そうね。はい、一週明けての、ラジオになりました。寒かったね今週も。うん。昨日雪すごかったもん。お茶飲みながらラジオしていきたいと思います。はい。この2週間何したかな。私は見て、まず耳つぼジュエリーに行ってきました。ん？何それ？全然気づかなかった。気づかなかった。全然気づかなかった。何それ？そう穴開いてんの？穴開いてない。つぼ、耳つぼを押してもらうんだけど、なんかチタンみたいなちっちゃいやつをのシール、それをこうピッてつけて、あ、自分で押してマッサージするの？つけてることによって多分押されてんだろうね。でこれ5日間か1週間ぐらいつけとくと、なんか、不眠症とか、月経痛改善とか、ストレスとか食欲抑制、リフトアップとかあって、なんか耳ってめっちゃそう神経が詰まってるっていうね。そうそれで効果のほどはね正直正直わかんない。まあ、そんなもんやな。つぼ押しってそうじゃん。なんか、ものすごい効果が出るとかじゃないけど、なんかかわいいっていうの確かにちょっと流行ってる。昔からあったけど最近またなんか再ブームみたいな感じ。かわいいよね。なんかいっぱいついてて、確かにピアス開けたみたいな。うん。最近なんか週に1回ぐらいそういうなんか健康とか美容みたいなやつの、だいたい5000円ぐらいの範囲でできる、ちょっとお試しみたいなやつをやって楽しんでる。次はヘッドスパに行きたい。漢方のヘッドスパがあるんだって。のんちゃんに教えてもらったんだけど、それもだいたいそれぐらいの値段感だから、ちょっと行ってみようかなと思ってる。あなた何してた？いや、何もしないよ。であなたはあれじゃん、パーソナルトレーニング始めてもう4回目ぐらい。そうね、4回行ったかな。ね、ちょっと痩せて、なんかちょっとスリムになってきてるよね。はいなんかちょっとこじんまりしてきたよね、体ね。こじんまりしてきた。全体的になんかもっと大きかった気がした。脱いだらすごいから。本当？違うんでしょ。まだなんかマサラタウンから出れてないとかしてる。ポケモンでいうところ。まだまだね。でも3ヶ月間やると決めたので、だからもう食事も徹底して。そうだよね。だってもうメモ取ってんもんね。はい。いい感じ？なんか変化はあるの？なんか。いや、まだそんなめちゃめちゃはないけど、でも着実に変わってはきてる。だからもう最近あなたとご飯食べるとき別々で食べるもんね。いつもなんか鶏肉となんかブロッコリーみたいなばっか食べるから。そんな感じで2週間。あと何したかな。あとはね、ウィキッドっていう映画を見に行ってきた。面白かった。ミュージカル調の映画はやっぱりさ、映画館で見るべきだよね、やっぱり。音響とかね。そう確かに。最近はすごいじゃん。なんかドルビーなんちゃらアトムみたいなさ、音響のあれでシアター選べるからさ、よりなんかすごいしっかりと歌ってるのが感じられるっていうかさ、音がいいから。いや、なんか最近の映画やっぱなんかこういうのウィキッドもそうなんだけど、ウィキッドってさ、オズの魔法使い、オズの魔法使いのさ童話みたいなの読んだことある？ない。オズの魔法使いのっていう物語のその物語の前の話みたいな、なんか最近そういうのがやっぱ多いね。もともとある映画の前の話みたいなやつが最近多くて、オズの魔法使いではこの人は悪だとされてたけど、実は違かったみたいなのを見せてきて、善と悪っていうのは、見方とか見せ方によって変わってくるみたいなのを
伝える映画が多いね。表裏一体じゃないけど、そう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 。悪は悪なりの正義があるってことよな。そう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 。なんか最近映画館に行くのにハマっちゃってんの。映画を見るってより映画館に行ってなんかチュロスでしょ。そうそう。例えばウィキッドだと、ウィキッド用のチュロスがあって、でいつも普通シナモンシュガーがかかってるじゃん、あれが緑とピンクみたいな。ウィキッドって緑とピンクのカラーだから、緑がメロンソーダ味ですみたいな、でピンクがストロベリーですみたいなやつ。そういうのちょっと食べに行くっていうのがさ自分の中にあるからさ、また新しい面白い映画がないかなとか思いながら。ミニシアターとかどうあるじゃん、街にさ。それ最近さ思って調べてた。ミニシアター、面白いよね。なんか大手の映画館ではやらないようなさ、ショートムービーとかさ、見れたりするやつ。ちょっとそれも探しながら行きたいなと思いつつ、でもどんどん最近は暖かくなってきてるから、外になんかそのピクニックとかそのなんていうの、外のその暖かさを感じれる、なんかないかなって探してる。ハイキングとかじゃん。そう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 。だから今週はなんか本当は外でピクニックする予定だったんだけど、雪降っちゃったからおうちピクニックになったんだけど、公園行くとか私ハイキングいいね、またあれだ、しまなみ海道自転車旅ね。そろそろじゃん。だけどもう日帰りで行くか、今日帰りで行けるのかっていうところよね。そうね。なんか私なんだろう、何個か前のラジオでリスナーのね方からのリクエストでしまなみ海道を自転車で走ってくださいっていうのが来て、やりますとか言ったんだけど、よくよく調べたら結構私大丈夫かなって、走りきれるのかなって、不安、私だっていつもタラタラ走ってるもんね、チャリチャリって。大体ね、あなたの日々のチャリを漕ぐスピードでいうと、多分時速10から15キロの間なわけ。まったりは走ってるもんね。それあとね、どれだけかかるかっていう。嘘、渡りきれない、橋渡りきれないかな。ここから行くってなるとさ、行きは朝一出れば行けるけど、帰りがやっぱ早いわけよ、18時とかの終電に乗らないと確か帰れないとかで、ほぼ休憩なしで漕ぎ続けたらいけるけど、あなたのペースだったらね、それ動画的に面白いよね。そうそうそう。ってことは一泊した方がいいのかなと思ったけど、意外とそのしまなみ海道の宿泊施設が、民泊みたいな感じ。そうで、多分あなたが漕げる距離のところで探そうとするとよりない感じがあって、走れんのかな。どれぐらい漕げると思う？無理かな。日帰りじゃちょっと無理かな。でもほら私のスイスの時のさ自転車の体力思い出して。そうね。いやだけ喋んなくなるじゃん。あの時結構記録頑張ったよね。そう、でも結構あるの、その島ごとになんか特産品とか、食べたよね。そうだからここで例えば柑橘系のね、が有名だったりするね。レモンとか八朔とか、カフェがあったりとかっていうところを、普通ね楽しみながら日帰りできるんだけど、あなたの体力的にちょっとどこまでいけるかなっていう。じゃあ荷物を全部さあなたが背負ってくれ、もうめちゃめちゃもう身軽だったらいけるかな。いやもういけるんじゃない？いける？もう頑張って坂ある？上り坂って結構島と島の間が橋があって、それが4つか5つあるんかな、でその橋を渡るために平地から上がらないといけない。わかる？でも逆を言うと、半分は下りもあるわけよ。上りがあれば下りも同じ分あるわけ、っていう考え方もできる。基本はずっと平地、で橋渡る時だけ多分結構登る。結構登るんだ。押していけるっていうことになるじゃん、だからすごいペース落ちるなって思う。そうだね。挑戦だけしてみる。もうダメだったら帰るってこと？そう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 、そういう感じでなんかやっぱ外のアクティビティみたいなやつ、やりたいよねちょっと。じゃあちょっと一旦日帰りしまなみ海道そうねか、あとハイキングもね、ハイキングしたい。いくつかいいところあるよ。この辺？東京から日帰りできる。でもそれもね何？いやわかんないけど、でも私歩けるよ、歩けは。でもさ、一般30代女性よりも体力ないじゃん。いやいや私ほら元駅伝選手ですから歩くだったら結構いけるよ。だって私1時間とか2時間余裕で歩いたもん。いやそりゃ余裕やけどさ、坂道やでハイキングって基本。
いけんじゃない？でも来週とか天気いいかな。ハイキングしようよじゃじゃあそういうことで、あ。じゃあちょっと来週天気良かったら、ちょっと見てみましょうか。だから来週天気が暖かい5月並みみたいに言ってたもん。うん。ハイキングして、大体そういうとこってお蕎麦屋さんあるから、お蕎麦食べて帰る。はい。今年はなんかなんだろう、年始めからその海外旅行とかがないからすごいまったり過ごしてる感じしない？いいよねでも。いい。なんかもう最近海外よりも、国内のなんか行ってないところに行きたい欲がどっちかと強いかも。わかるわかる。今海外であんま行きたいなってところあんまり思い浮かばないもんな。インド行きたいなとか思っちゃう。インドやめた方がいい？いやわかんない。俺はもう二度と行かんと思ったけど。嘘。いやそのインドもあれだよ。なんかリゾート系のインド。南部の方ね。そう、スリランカとかはすごいいいっていうね。スリランカね。アーユルベーダじゃない？そういうのとか行きたい。昨日インスタライブしたのサブスクで、なんかそのフォロワーさんの人に長野来てくださいって言われた。長野の？長野長野なんかちょっとなんていうの、ミクさん好きそうなとこいっぱいあるって言って。確か長野行ったことないかも私。軽井沢は長野でしょ。あるよ軽井沢。ないよね。確かにそういうとこも行ってみたいななんて。はい、そういう感じで、では今週もコウヨトリの皆さんから寄せられたお手紙を読んでいきたいと思います。ラジオネームもコウヨトリネームがいいんじゃないかみたいな話してるのうちら。そうね。コウヨトリネームにしようか。コウヨトリネームにしよう。読んでいきますね。はい。コウヨトリネーム花粉症と戦う者さんからのお手紙です。ラジオで取り上げてほしいテーマは卒業です。この季節か。はい。お二人が卒業したいことでもいいですし、お二人の学生時代の卒業式の思い出を聞きたいです。私は中学校3年生の担任をしているのですが、生徒と過ごせるのも残り1週間。可愛くて仕方ない教え子たちの卒業は誇らしい半分、寂しい半分です。卒業式で流す思い出ムービーも喜んでくれるといいなと思って作っています。いつもラジオ楽しく拝聴していますということで、ありがとうございます。卒業式シーズンか。確かに最近もうこの1週間で卒業式だよね。今週、遅くて来週。そうだからなんならもう終わってるところもあるんじゃない？今週だったらもうあと金曜日に卒業式があるところもあって、土曜日から春休みじゃない？懐かしいね卒業式で。ちょっと待って、今何歳だって33歳、最後の卒業式は何年前？10何年前だよね。15年前とか。まずそんなだったちょっと怖い。確かにね。だって成人式からもう13年経ってんだもんね。大人になったね。全然大人じゃないね。33歳ってなんかもっとしっかりしてるんだと思ったけどさ全然あの時のままの気持ちで過ごしちゃってるね。卒業式どうだ、なんかある？私ある。1個あるっていうか、私中学校の時生徒会長だったのねこんな私が今の私と考えられないんだけど、あの時はなんかアグレッシブな私だったから、その生徒会長だったので、生徒会長って卒業式の時に答辞読むよね。そう答辞読んだの私で、その時にね何読んだっけって思い出したのこの時に。でその時当時の私すごい可愛いんだ。読んだ原稿があるの？いや原稿はないんだけど、当時何を思うかなっていろいろ考えて、なんか相田光雄さんの詩の一節を引用してから答辞を始めようって思ったのね。でその時に卒業だなどういうこと？違う、その時に引用した詩読んでいい？道は自分で作る、道は自分で開く、人の作ったものは自分の道にはならない、三つをなんだけどでこれをまず多分最初らへんに読んで、それで在校生の皆さんみたいな、そして卒業生私たち皆さんみたいな感じで、なんとなくぼんやりとしか覚えてないんだけど、なんかその卒業っていうのは、別れっていうのは、寂しいものに感じると思いますが、そうではなくて終わりは始まりですみたいなことを話したくてこの詩を引用したのね。だからこれから卒業生の皆さんは一緒に自分の道っていうのを模索して作っていけるようにしていきましょうみたいなことをこう手震えながらね。うわ読んだの？
エッセイ当時エッセイ当時エッセイ Vlog の走りだよね。でそしたらさ、その後終わった後さ、まあ、親来てるじゃん、卒業式って、あの時にね、今までの人生で一番褒められた。へえ。すごいよかったって。うちのお母さんもだけど、お父さんが「いやよかった」って言ったのね。でうちのお父さんそういうこと褒めなさそう。そううちのお父さんほら九州男児だからねはいまあまあまあ、はい、九州男児だから、そんななんて言うんだろう、お父さんからこう褒められるとかっていうのは、そんなたくさんね褒められるってことはあんまり記憶になかったの。だからそのお父さんがね、なんか「わあすごい感心してよ」みたいなこと言った時に、もうすごい嬉しかった。すっごい嬉しかったのと、なんだろう、この時は多分卒業式の当時に何を話そうかなって思った時に、この相田光雄さんの道っていうのを調べたらいろいろ出てきて、でその時にあこれ引用しようみたいな感じで、割と気軽にこの詩を引用したんだけど、この卒業してからもう十何年経って改めてこれを見返した時に、あ私自分の道作れてきてるんじゃないと道は自分で開く、道は自分で作る、人の作ったものは自分の道にはならないって、やっぱりそういうふうに自分の中で念頭に置きながら、紆余曲折してさ迷ったりしながら、あ作れてきてるのかもしれないと思って、改めてこれを思い出す時にすごいエモくなったっていうか、あちゃんと進んでれてるかも思って、なんか自分を改めて褒めてあげることができたから、このね花粉症と戦う者さんにそれ言われなかったら、自分がそんなこと話したことを忘れてた。いやもう俺なんて何も覚えてない何にも覚えてない。もう何にも覚えてない。あれはほら第2ボタンくださいとか言われなかった？なかった第2ボタン。制服の構造上悲しい。なかった？なんかそう先生からさ、なんか頑張れよみたいな感じでさ、いいことをもらったりとかもなかった？誰が担任だったかも覚えてない。わかるよ。もう忘れちゃうよね。まああんまり卒業式とかそういうのに重きを置いてなかったんだろうね。そうね、なんか羨ましいわ、そういうさ、思い出せるものがある人は。そうだね。ある人あるもんね、こういうのって。あと高校の卒業式は、校長先生が多分もともと英語の先生だったから、なんか「コングラチュレーションズ!」って言ったのは覚えてるじゃあ結構先生とか、まあなんか誰かがすごいエモいいい言葉を言ったのを覚えてるとかはもうないんや。思い出したら意外とあったりする。まあなかったらいいんだけどね、別に。ないねいやこれ、まあね、なんかそのなんか悲しいとかっていうのは、小中高第1回も思ったことない。嘘。別れみたいなそういうところにこう感情揺さぶられたりなかったね。淡々と進学してきたんだむしろなんか次に進みたい欲が。もう早く。だいたいさ1年生でもう飽きるからさ。早いよ入学して。そうなんかだいたいいつもそうやね。なんか初めて1年ぐらいで、なんか勉強もそうやし、なんか1年ぐらいでもうなんか飽きるね。そうなんだ。これ全然違う話になっちゃう。全然いいと思う。そうなんだ。じゃ大丈夫？ここの関係10年ぐらい続いてるけど、飽きてる？ごく稀な状態が今続いてる可能性がある。ごく稀な状態がね。まあ確かに卒業式の思い出それ以外はちょっと私も覚えてない。高校の時もなんか正直あんま覚えてないから、まあなんか私は改めてこれをね読んだ時に自分のその中学校の時のやつを思い出して、今の自分を肯定できて、すごいありがとうございますって思ったんだけど、なんかじゃあ逆に卒業したいことはある？いやこれね、でも結構なくて、俺今結構シンプルな生活してるから。そうなんだよね。そのやることがすごい逆に決まってるから。トレーニングしてることによってね。そうトレーニングしてることによって朝昼晩間食、もうやること決まってるから、その他仕事すればいいだけ、だからなんかもう雑念っていうか今何もない状態なわけ。今すごいある種つまんないんよ。なるほどね。そうだからもうやることがもうストイックな方にいってるから、もうそういう考えもシンプルになっちゃうんでしょ。そうあえて言うなら、このやっぱ諦めてたボディを卒業するそうだねだからそういうことかな。そうだね、それを今やってるってことだよね。来週も多分ラジオやるんだけど、またあれやろう、なんかご当地名画取り寄せみたいな。
企画したらさ面白いね。どうも俺ね結構ね和菓子グランプリか、もうあんこか羊羹、あ、羊羹。全国羊羹グランプリとかなんか羊羹にしよね、俺結構ね今食べたい羊羹がいくつかあるよねう。わかる。じゃあちょっとこの週末取り寄しといて間に合うよ。水とか木にラジオです。じゃあ羊羹グランプリやろう来週。でぜひこの土日でうちの県のこの羊羹美味しいみたいな人いたらなるはやで教えていただけたら、そうね、はい、来週の羊羹グランプリにエントリーできると思う。ぜひよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ2通目読んでいきたいと思います。こよとりネームサハラさんからのお手紙です。ミックさん、先生、こんにちは。こんにちは。人生で初めてコメント欄に記入していましてドキドキしています。ありがとうございます。私事ですが、あと2週間そこらで入籍することとなりました。おめでとうございます。誰かと結婚できるタイプの人間ではないと思っていたので、今の彼と出会えて私はとてもラッキーだったと思っていますし、彼とはこれからもお互いを大切にし合っていきたいと思っています。結婚が決まる前から彼とは同棲を始めていて、前から気になっていたことなのですが、彼は一度買ったものを使えなくなるまでしっかり使い込むタイプでして、服は毛玉がなくなり踏みつぶしたカーペットのようになるまで、クッションやマットレスはもはやコイルやふかふか感がなくなっても使っており、捨てるタイミングがない始末です。私は日々生活をすることに充実度を持ちたいタイプで、家具や家電にはそこそこお金を使いたいのですが、同棲を始めた段階で私より彼の持ち物の方を優先して導入したがゆえに、買い替えたいものがたくさんあります。しかし彼は非日常にお金をかけたいタイプかつ、使えないわけではないのになぜ買い替える必要があるのかと考えるタイプです。彼の意見はもちろん理解できるし、正当性が高いなと思うので、好みのものに買い替えたい気持ちを軽く伝えるだけでなかなか押し通せません。自分のお金で買えばいいのでしょうが、生活を共有している以上、なぜかそれもできない感覚に陥っています。結婚や同棲など同じ空間や時間を共有すると、一人で楽しんでいたものを手放さないといけないことも多いのだなとしみじみするのですが、お二人は結婚されて失った楽しんでいたもの、反対に結婚して得た新しい考えや感覚、押し通した相手と違う自分の価値観などのエピソードがもしあれば教えてもらえたら嬉しいです。PP ということです。迷える新婚こよとりさんからのお手紙なんですけれども、お互いの価値観ね、それが一緒に、同棲の時はまださ気になってるぐらいだけど、じゃあここから結婚してさ、住んでいくぞってなった時に価値観がちょっと違うと分かった時、まあね、どうだった？なんか家具インテリアとかに関しては、もう確かに最初結構あなたがいろいろ揃えたい派だったよね。あ、そうだね。最初ね。もちろん僕らは結婚前に同棲してなくて、俺の場合は台湾に行ったから、家具家電一切持ってなくて、あなたももう多分社会人時代から10年以上使った、なんかもうベコベコのベッド、なんか手で分解できるクローゼットあれ衝撃やったよね。わかる。であなたが家退去する時に解体手伝ってって言って行ったら、いろいろ工具買ったのにこれ手でいけるんやそれくらい、僕らは家具家電をそもそも持ってない状態で一緒になったので、結局買わないとはいけなかったけど、どこまで揃えるみたいなのは結構最初ギャップはあったと思う。あ、そうだね。台湾から日本に帰ってくる時は本当に何も持ってなかったよ。ベッドも何もない、冷蔵庫とかもあったらし買うって、本当に一からだったよね。だからその時は結構なんか最初は確かに私の方がなんか、こういう感じでみたいな、結構こういう今のこのアトリエみたいなほっこり感をなんかすごい私の中で思ってて、だから最初ヴィンテージショップでさ、丸い木のさ円卓、ヴィンテージのやつ、あれを一番最初に決めたじゃん。あの時あなたはさ、自分の中でインテリアのイメージが何も固まってないまま、私がこれいいじゃんってなってちょっとなんかそれにほだされていいテーブルじゃん、ね、名品なんだけど、そこでさ、まず一旦ほっこりテーブルを手に入れてしまった後に、あと大変だったよね結構。どうするみたいな、っていうか俺はもう最初その金額にびっくりした。確かに私が欲しいって言ったやつの、その
東京の家具ってこんな高いんっていうぐらい確かに東京のヴィンテージショップの家具ってこんな高いんと思ったよね。そうっていうので、なんかこれ全部揃えたらどうなんだっていうぐらい、最初は確かにびっくりした。その後どうしてったっけ？どうすり合わせてったっけ？俺はもともとこのコウノトリさんの、その旦那さん、花のもう洋服も5年とか余裕で使うし、10年ぐらいのやつもいっぱいあるし、なんでここまでのものが必要なみたいなのは本当によくわかんないタイプ。でもじゃあそんな中でさ、例えばリンロゼをお迎えしたり、USM あれしたりとかなってきたじゃん途中から。あれはどういう全てはインスタグラムのアルゴリズムのせいだと思うけど、当時ね見てたらさ欲しくなっちゃうじゃん、っていうので、確かにバッと買った。なんかどっかで、まあ吹っ切れた感はあったよね確かに自分にさ、なんか言い訳じゃないけどさリセールできるとかいろいろなんか言ってたもんね。まあでも私もその時ぐらいから最初なんかこういう風なお家にしたいみたいな自分の中でイメージあったけど、なんかそのあたりぐらいからあなたがこの家具いいんじゃないとか言って見せてくれるものが確かにいいなって思うようになって、お互いの好みの半々ぐらいのところの家具みたいなのを揃えれるようになった気がして、そこからは割とすんなりじゃあ次この家具買おうとかね決まってったよね。まあ割かしもうそのあたりがもう大型家具がもうあなたが決めてたもんね。そうね、結果的にね。結果的に、あとね、なんか当時はやっぱちょっと高いなって思いながら買ってたんだけど、当時買ったのが多分3年前とか、もう値上がりしてるんですよ。だから、このさ旦那さんの方もさ、買おうと思えば買えるけど、買う理由が見つからないわけじゃん。からなんで買うのっていう。だからこれ男性にやっぱ何かを買いたいなって説明する時ってやっぱある程度合理的な理由を合理的に説明する必要があると思う。おしゃれだからとかそういうのじゃダメなんだ。そう、やっぱ俺がそういうの時に知りたいのは、総額いくらかかってどれくらい使えるのか、っていうことをまず明確にしてほしい。結構あなたもそうだけど、これ欲しいって言って買った場合、次もやっぱこれも欲しいってどんどん足し算になっていくじゃん。だからこれ揃えたらこれも欲しいってさ、なってくるじゃん。だけどそれ含めて総額でいくらなのかをまず言ってくれないと、その1個買っちゃったら、あと何個あるかが想像できないわけ。だから全体でこれくらいかかります、で30年後、もう座れる椅子ですと、でこれおじいちゃんおばあちゃんの時に、これずっと座ってたら、なんか良くないみたいな、ちょっと味出てくるよみたいな。高いけど、例えば途中壊れて買い替えるとか、っていうのをやるよりも1個ちゃんと買ってやろうよ的な感じで整理してほしい、数字をとりあえず。なるほどね。それが見えないといいって言えにくいってことね。そうそれ結局どこまでかかんのって。確かにね、どこまで買っていけばいいのって、そうとか今が一番安いんだよって。むしろね。そう、正直私はいずれこれを買うと思うって、これを欲しいって多分言うと思うよって。例えばこの Y チェアが、私は多分こっから5年後も言うよって、だったらもう今が一番安いんだけどどうって。すごいいいアドバイスで、あとやっぱ白物家電、冷蔵庫、洗濯機とかはやっぱ基本的にやっぱ10年とか15年とか言われるわけ、でその焼却期間も考えてプレゼンした方がいいと思う。とにかく全体像が分かんないわけ、女性の要求って。なるほどね。だからこの旦那さんもなんで買い替えるのっていうのの理由がちゃんと来ないから、じゃあこれでいいじゃんってなっちゃうわけです。この椅子が欲しいんだよねって言われても、椅子だけじゃ済まねえだろって椅子買ったらテーブルも買い替えた買いたいってなるし、いろいろさ、絶対出てくるわけ、1個買っちゃうと。そうだね、ウキウキしちゃう。その時にまず全部を教えてくれと。それを見せてくれたら5が出るかもよみたいな。そうなるほどね。だと思うよ。すごいわ、想像つかなかった。でうちらはあった、うちらの中で価値観の違いのすり合わせとか、こんなふうに思うんやみたいな。私はねやっぱそれで言うとやっぱあなたの物の買い方っていうの、買い物の仕方
お金の使い方を教えてもらって、なんか最初は、うんいや最初はそれでもなんか、うんみたいな感じで、うんいやでも私には私の考えがぐらいな感じでやってんだけど、なんかだんだんあなたの考えが刷り込まれていく、何年かかけて。そうしたのがちょっとずつ私は買い物上手になれてるんじゃないかって思ったりとか、お金の使い方があなたと結婚する前とやっぱ全然違う気がして、うん例えばあなたはさこう安いで買うな欲しいで買えとか言ってくるじゃん。うんとかそういうのが染み込んでいくから、その生地感がしっかりしてるとか、本当に欲しいって思ったものを買うとかっていう風にちょっとずつなってってるのよ、昔に比べたらね。まあだいぶ脇甘いけどわけ甘いんだけど、そしたらさやっぱその服を前のシーズンでも着てたけど今のシーズンでもやっぱ着てんのよね。うんそのニットとかが物持ちが良かったりとかする、うんっていうので持ってるものが物持ちよくてこう何年も着れるようになったりとか使えるようになったりしてる。うんでもまだあなたに何度も言われてまだ全然自分の中で入り込めてないのはベーシックなものを揃えなさいっていうのがなかなかまだね、そのちょっとやってるけど全部いけてない。そのどうしても黒とピンクの服あったら「ピンクかわいい」とか言って黒を逃しちゃうことが多くて、そうなんか俺がもともと言ってたのは、でもまあ俺自身がそうなんやけど、とりあえず10年着れる服を最低でも買うと。でもちろんその安い T シャツとかは、まあ1年に1回とか買えるけど、そのいわゆるそのある程度外見で分かるものに関しては10年着れるものを、春夏秋冬分、で、まあ、シーンもカジュアルとちょい、なんだっけフォーマル、春夏秋冬、全部揃えちゃうと、もう買うものないわけ。プラスアルファ遊び心みたいなの欲しくないの？だけどそれはその時に気分で買えばいいだけ。ああね。そうだから基本はもうベーシックなものをカジュアルとフォーマルを揃えちゃえば、買うもんなくなっちゃったってなるわけ。いやすごいよね。だから私もそれはちょっとずつやっていきたいなみたいな。例えばすごいベーシックなちゃんとした黒なんかニットとか、コートとか、靴とかねとちょっとずつ、だけど俺多分この旦那さんと俺すげえ話し合うと思う。そうだね、同じ感覚だね。でさすがにそれよりは今ちゃんとお金使うけど、でもそこはね、確かにあなたから学んだのは、金は意外と使うと楽しい。まあ確かに楽しむことにお金を使うとか、なんかそういうのもやっぱり人生にとっては一個ウキウキワクワクの瞬間になるよっていうのは確かにちょっとそこの部分は確かに影響されてるよね私。そうね。基本でも私がやっぱ学んでるわ、そういう基本的な。まあお金に関してはね。確かにこういうふうに考えて物を買ったりこういうふうに考えて、仕事をしたりとこういうふうに考えて生きていくと確かにこういう結果になって結果的にいいねみたいなやつをちょっとずつ反発もしながら学んでって、でもなんか自分らしさはやっぱり消したくないから、みたいな、まあうまくやってるよね、そういう意味では。失った楽しんでたものとかは全然ないかも。なんか私趣味もなかったし、意外とこだわりあるようでこだわりないっていうか、なんかそういう感じでなんか割と影響されやすいじゃん。私すごいあなたで影響されやすいし、だからあんまなんかねこれ楽しんでたのに奪われたみたいなことはあんまないかも。私尊重してくれるしね、ある程度。あなたはあったでもあなたもなかったでしょ正直。例えば趣味とかさ。趣味なかった、仕事だったからそうだよね。とかあとこれだけは譲れないものとかあんまないよねあなた。バスタオルの畳み方が違うことだけはなんかいまだに待ってってなるけど。それ言うと私ドライヤーのここのヘッドの先のところ、わかるあれがもう毎回わかるわ。俺縦派なんよね。そうあなた横派よね。そう横で使うやつ見たことないんだけど。縦で使う人の方が見たことドライヤーの先っぽのとこねをカバーで風の向きを調整できるやつ。私はこう派、こうでこうね、あなたはこう、縦でこうでしょ、これだけは交わえないね。わかる。毎回くるくるくるチみたいな、また縦にしてるわと思って。わかる。私はそれはあるね。強いられてることはないかも。なんか俺の視界に物が多いなって思うぐらい。確かに。なんか掃除とかやっぱめんどくさいよね。物を置いてさ。そうだね。
そういう感じでやっぱちょっとずつ慣らしていくとうまくやれるのかな。うちらも別にうまくやってるわけではないとは思うんだけど、赤の他人がね同じ箱の中に住むっていうことは何かしら起きますから。だって自分の家族でさえもさ、親から生まれてきたのに親のこの部分みたいなさあるわけじゃん。まあね、それは親もしかりよ。まあいろんな形があってしかるべきなんですけど、結婚したからそうだ、わかるわっていうのはやっぱなんかお互い使いたくないよなって思う。そうね、結婚したから何々しなきゃいけないとか、我慢してとかね、何々我慢してとか、お互いなるべくね、そうだね、言わないようにしたいなとは思ってますけどねしていこう、まあちょっとずつ直すわけじゃないけど、うまく快適に過ごせるように、シェアハウスの感覚で生きていくみたいなまあそうね、最初に自分のスタンスを示すって結構大事だと思うから。そうだね、あんまり遠慮しすぎてもね良くないよね、ちょっと不安も多いかもしれないんですけど、確かにその家具を買い替えたいはさっき彼が言ってたみたいにそのアドバイスをちょっと実践してみたら旦那さんがじゃあ買ってもいいかもねとか、言ってみるのも一つの手じゃない。そうね、とりあえず全体像を見せることねそうだね、会社と一緒よやっぱ一旦予算確保があるからさやっぱとりあえず全体のね、予算を出せっていうことだから、でもせっかくの新しいスタート楽しんで、この戸惑いすらも楽しんで、そうね、やってみてください。多分このコウヨトリさん以外も同棲始めるとかこの時期ね、多いよね、結婚とかさめっちゃ多いと思うよ。ぜひこのね佐原さん楽しい新婚生活を送ってください。応援しています。ではそんな感じで今日は2個も読んだのでこれで終わりにしたいと思います。引き続き、最近土曜ラジオでは、皆さんからラジオのテーマ、質問、相談お待ちしています。で来週は羊羹グランプリ行いたいと思いますので、ぜひこの土日中にこの羊羹めっちゃ美味しいよっていうのがあればそれもコメント欄に書いていただけると嬉しいです、で、ラジオネームがコウヨトリネームに変更ということですね。なりました、ではこの動画が面白かったという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今週の最近土曜ラジオ終了です。また来週